Sayo, welcome back. This video has subtitle. Please subscribe and like my video. Down the subtitle. はい、ということで友達です。友達でーす。じゃあちょっと僕とここにマイクあるからここに近くで喋って。じゃあとりあえずね、僕とどんな関係かっていうと、高校時代の親友です。大親友です。大を忘れてる。大親友です。はい。出会いは幼稚園の頃で同じスポーツのスクール通ってたんですけど、高校に入った時にあれ、なんかこいつ見たことあるなって思って話しかけたら全く覚えてなくて、誰って顔された。第一印象最悪でした。つまんないの。ちょっと言い換えると幼稚園とか小学校中学校全部違ったんですけど、幼稚園とかの幼稚園のサッカースクールでだけでは一緒だったんですけど、そっから6年7年8年くらい9年ずっと会ってなかったんだけど、高校でまさかの隣の席というね、運命的な2人なんですけど、今日はこの前ねちょっと募集したら耳かきしながら雑談っていうのがねチラチラあったんで、それをねちょっと適当にやっていきたいと思います。ましょう。はい、恐縮です。じゃあやりますか。これでいいよ。はい。ちょっと別にじゃあこれやりながら喋るか。雑談で。謎だな。なんてほしいよ。どう？俺らさ、マジで高校の時に同じ電車通学で方面が同じだったからずっと一緒に登下校してたじゃん。今更なんか特別話すことない。そうなんですよね。遅刻仲間。そう毎日遅刻してました。遅刻っていうかなんかもうなんかショートホームルーム始まる予令がなった。で最初はもう教室になるまでに間に合おう。だんだんなり始めたのが校門に入った時だったらセーフ、最終的にはなり終わるのが聞こえたらセーフとかなって、もう圧倒的に生徒指導の先生が校門立ってるのも顔覚えられてる。だからそう25分に教室にいなきゃいけないっていう高校だったんですよ。なんだけど学校に侵入するのが25分なんで、基本的に教室に着くのは30分くらい。もう鳴り終わるのがチャイム鳴り終わるのが聞こえる範囲にいれば OK で、いつも学年主任がなんかこう登りきった階段のところでこう出迎えてるんですよ。で俺らはもう顔見られすぎて、でもなんか怒られるのも嫌だし話しかけられたくもないから、こいつが考えたのがもうやばいやつだと思われようってことでこんな走りしながら投稿して一切話しかけられないようにめちゃくちゃキモい2人をやってたっていう。そうですね。だから自分たちは真面目ではないです。高校時代は全然真面目じゃない。そうだ、同じクラスで廊下側の一番後ろの席が俺でその前がこいつで、横にドアがあったんですけど、出入りするのめんどくさいから鍵閉めてたのに俺と。そう出入りされるのめんどくさいから、教室に前と後ろに2つ入り口あるじゃないですか大体。でなんか理系のクラスでなんか文
人が入ってくんなっつって、なんで勝手なんですけど、前と後ろのドアあるじゃないですか。後ろのドアと一年中鍵閉めっぱなしで、はい、前しか入れませんでした。これらしか出入りできなかった。そうすいませんでした。あの時のじゃあどうするかな。高校の時代のお互いのなんかやばかったエピソードみたいな。じゃあそっちから俺からやばかったエピソード、こいつ本当にいっぱいいるんですけどすごくて、ちょっと弱い話かもしれないですけど、高校2年の終わりぐらい、3月の終わりぐらいの時に急に電話かかってきて、こいつからで出たら、なんか俺今から次の日に俺家開けなきゃいけないって言われて、どっか出かけようぜって言って、分かったって言って2人で次の日高尾山に登ったんですよ。覚えてる？高尾山に登り行くってなって、今んとこすごい弱いけど大丈夫？弱いちょっとこれね、YouTube 始めてたんでお手柔らかにお願いします。で、まず高尾山って言っちゃう山登りだから、俺はジャージとランニングシューズ履いてったんですよ。でもこいつはまずパーカーとバンズもう意味わかんない、まずそこからパーカーとバンズ履いてきて、なんか山この僕じゃないですか、なんかバンズが汚れることに対してなんかちょっと腹立ってるんですよ。この前が悪いますで結構ちゃんと登って、で頂上でカレー食って帰って、最後2人で温泉入ろうぜっつって駅の近くの温泉入ったんですよ。そしたらコロナ前だったんで、それ混んでて2時間ぐらい入ってたんですよね。で炭酸温泉2人で入ってる時にすげえおじさんとかいっぱいうじゃうじゃいる炭酸温泉2人でこうポツンと入ってたんですよ。ちょっと目離したらこいつ炭酸すくって飲んで炭酸をすくってて、炭酸飲み放題とか言い始めて、じじいの出汁めっちゃ出てんだけどつっていやこれマジで衝撃で、そこか、それは違う。そっか。まあでもそれね、必死に、しかもこう流れてくるなんかお湯の入り口とかじゃなくて、もうど真ん中の出汁ができってる部分をこう飲んでたんですよ。衝撃。そうだったな。コロナ前だから見れた光景だったんですけど、その時はちょっと頭が受験終わりで、受験やっと終わった春休み、違うか、違う、その前だ2年生か、高2の終わりだ。一番調子の頭おかしかったかな。いやちょっとね、思春期だったんで炭酸くらい飲みますよね。思春期だったそう今はねもうめちゃめちゃ真面目なんですけど、はい、あの時のおじさんありがとう。あの時のおじさんありがとうございました。すっごいじゃあ彼のやばいエピソードはやばい弱いんだけど、まだ弱いっすよ、俺本当に真面目だから弱いんだけど、基本つまんない。すごい寝坊すけというか、なんか寝たら起きないっていうか3年間電車通学してたんですよ。そんで電車通学してて、いつもね自分はちょっと難しいな、まあでも高校の最寄り駅があるんだけど、そこの最寄りで降りるんだけど、彼は寝坊ばっかするんで、シンプルに高校の最寄り駅の次の駅まで普通になんか寝て、なんか気づかなくてそのまま行っちゃって、でめちゃめちゃ遠いんですよ、もう高校から。なのになんかダッシュ走ってきて普通に時間に間に合ってました。その時ははい
よくよく携帯見てて時間見たらやばいっつって、これは完全に寝過ごしたと思って、でまた3駅こう乗って高校の最寄りで降りたんですよ。で定期券持ってたんで、それをピッてやるときにいつもいる駅のおばちゃんがなんか今逆方向から乗ってきたよねって言われて、自分この区間しか電車乗ってないのにこっちの方もやったよねみたいなバレて、すっごい優しかったおばちゃんにめちゃめちゃ朝ブチ切れられたんですよ。それ無賃になるからめっちゃテンション下がって、まずその寝坊した時間に間に合わないっていう焦りプラスいつも優しいおばちゃんにキレられる、もうこれ最悪だと思って、確かにすいませんでしたって謝ってとぼとぼ電車が駅から降りて、じゃあ行くかって思ったら、なんかいつもより荷物軽かったなって思って、軽いなって思ったら電車の中に弁当忘れちゃったんですよ。これしまったと思って、でも今からブチ切れられたババアのところに行くのは嫌だってすっごいその時と思ってたから、あんなに切れられた後にすいません弁当忘れましたなんて言えないと思って、これやらかしたって思って、でそのままその電車の中にお弁当があるこう逆方向の終点に向かうわけじゃないですか。で自分の家が逆方向の終点の方に近かったんで、母さんに電話して「ごめん弁当を忘れちゃって、で駅から結構もう歩いてきちゃったから駅のおばちゃんにも言えない」って、だから母さんその終点のとこまで行って取りに行ってくんないっつったら、いつも優しいお母さんにブチ切れられたんですよ。本当にその朝のたったね朝の何十分かでもう1ヶ月分くらい怒られて、もうその日何にも授業入ってこなかったっていう。どうしたこと言っていい？長い長いすいません、はい一旦やる感じ、気休め休憩じゃあなんだろう、今ねあともうちょっと行こうか。本当に面白くない人間だね本当にちょっと恐縮なんですけど、すいません。めちゃめちゃいいやつなんですけど、めちゃめちゃつまんないんですよ話を低評価だけは押さないでください。こいつで判断してください。俺で判断しないでください。じゃあ高評価お願いします。すいません俺で判断しないでください。オッケー。全然喋ってばっか。ごめん、耳かき全然やってない。俺もやってない。ちょっと喋りに夢中すぎて、はい、申し訳ないです。ちょっとね、じゃあなんだろう、お互いの第一印象いく。第一印象、高校の時の高校の時の第一印象は、真面目そう。第一印象は幼稚園の時にやった子だ。はい、オッケー。じゃあ次行こうか。じゃあ最後に2人の思い出、一番の思い出、俺的にはね、もちろん学園祭なんですよ。僕たちね、学園祭ってなんか出し物があるんですよ。で出し物で2人で、出し物っていうかなんか志願した人がステージの上で発表できるみたいな。で大体はかっこいい系のバンドとか可愛い女子がでなんかアイドルのダンスを踊るとか、そういう感じなんですよね。なんでも自分たちはなんか高校に対しての反骨心がすごい尖ってたんで、ちょっと変な風にねひねくれちゃってたんで、何かしら残したかった。なんかかっこつけたくもないし、なんかとりあえず受けを取りたいみたいな、そういうちょっと変な思考に入ってしまって、で自分は全身フランクフルトの服を着て、で彼は女装セ
ーラー服の女装の服を着て先生をディスる替え歌をしてステージ出たっていうね。でなんか一応オーディションみたいなのあるんですよ。でオーディションでまあなんか半分落ちるかなみたいな。そうだね、先生ディスるからめちゃめちゃふざけてたし、でも行ったらなんかめちゃめちゃ評価良くて、いいねみたいな、君たちみたいな人が有してたら面白いよねみたいな、なんか先生たちもこれ求めてたんだな。そうだね。なんかね、そう結果的にはね、まあ大受けではなかったけど、まあ大受けしたか。大受けしてた。その学園祭のそのステージ発表のトップバッター任されたんですよ。ちょっとね、服装的にそうちょっと危なかったんで、最初任されたというか、最初しかできない。鳥とかになるにつれてお客さん増えちゃうから、こいつら早めに処理しとこうっていうのでトップバッターをやられたんですけど、めっちゃ人いたよね。そうだからね、まあでも盛り上がったか。そうだから結構楽しかったですね。ガチガチのバンドとかいるステージで爪痕残せたよな。笑いを取り入ったっていう。まあ正直ね、別に面白くないんですけど、傍から見たら身内ネタみたいな、高校の身内ノリなんでね、まあでもそんなもんかな。他は別に大したことなかったかな。毎日本当に登校か一緒にしてたんで、もうなんか同じクラスになっても朝全部話しちゃうから、学校で話すことないっていう。あんまり話すことなさすぎて、そう本当にない。いるのが当たり前。なんかもう空気みたいな。もうだって毎日お母さんにベラベラ喋ることないでしょ。そんな感じなんですよ。本当に家にいる人みたいな感覚なんで。そういう感じ。じゃあとりあえず今回はこんなもんで、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント、通知ボタンとかお願いします。